Unlockers. まず最初に浮かんだ私の中の気持ちというのは、いや受けないでしょう、こういったプログラムはといったようなのが最初の感想で、どうしてもですね懐疑的に捉えていました。ただこれまでですね、いろいろ私法律を学習してきたんですけれども、コロナ禍を通じて、あと自分の年齢が定年をスコープに入るような年頃になったということもあって、すごく考える時間があったんですね。コロナでホームリスクマネジメントっていう部門で働くにあたって、なかなかその自分の価値ってどこにあるんだろうとか、存在意義がどこにあるんだろうとか、提供できているのかな、価値がっていったようなことに悩むようになってしまったんですね。そういったような答えが出ないまま、昨年2023年に下期のアンロッククエスト出てみないかっていった話を受けた時、今まで自分の選択が正しいと思ってきたのにこんなことで悩んでるっていうことは、自分の選択を変えてみないとこの悩みの中から抜け出すことができないんじゃないかっていうふうに考えました。で、プログラムとか、自分で e ラーニングとかをやることができる人間だったので、他の選んでもいない勧められたプログラムを選ぶっていうことに抵抗感もありましたし、情報量の少ない中でアンロッククエストってどういうものをやるんだろうっていうことを情報収集してみると、どうやら私が普段やらないような嫌いなことがてんこ盛りのプログラムのように思えたんですね。対話をするとか、発表する、あと皆さん参加者の顔がとても生き生きとしてて笑顔が多いので、ちょっと不謹慎なんですけど怪しいというような直感しか働かなかった。でこれほど普段の自分だったら選ばないような選択肢、嫌いだって思えるような選択肢を選べば、もしかしたら停滞している自分の人生も動くんじゃないかと。やらないをやるっていうことで変化すると自分が変わるんじゃないか、そういったような思いから参加しますというように回答しました。3ヶ月今経ったんですけれども、本当に自分の考え方や物事の捉え方というものが変わることができて、本当にありがたい機会をいただけたなというふうに心の底から思っているというのが現状です。リーガルリスクマネジメントっていったようなナレッジをストックしてきたんですけれども、私は物知りおじさんになりたかったわけではなくて、その得た知識や気づきや経験というものを通じて、それを外に還元して日常の生活がより豊かに役に立つようなために学んでいたんだっていうことを今気づいたんですね。そうすると全ての私の営みは外に還元することによって誰かに伝わって、その誰かを通じて組織や社会に広まっていく。そうすると自分一人ではできなかったことという自分の限界っていうものも他者との関係性を拡大してより広く働きかけることによって自分を超越することができるんだなというふうに変わりました。ですから日々のその学習も社会への影響インパクトにつながるものだということに捉えるようになってからは全てが楽しく感じますし、そうすると行動に変えなきゃいけないっていう思いも働きますし、その行動は自分の軸を超えることができると思えばますます良好に循環していく、そういうような心づもりでリスクマネジメントという業務を日々行っているという状況です。セッションを繰り返すごとに研ぎ澄まされていったんですけれども、日々が楽しくて豊かに感じるようになって、反面私の周囲のメンバーはおかしいぞっていうようなギャップを感じるようにはなってきたんですけれども、今それをどう伝えていきたい、どう伝えていこうかなっていうことも考える余裕ができるようになりました。アンロッククエストは万能の薬ではなくて、全ての人に平等に機会と場を提供してくれるプログラムです。そのため
自分自身がたまたまタイミングが合ってなくて整っていない場合には同じ効果が得られるとは限らないので、そういったような用法と用量を、お守りのね、望んでいただければいいんじゃないかなと思います。